皆様、いかがお過ごしでしょうか。ミニマリスト D です。今日も音声によるラジオ形式でお届けします。今回は捨て活を確実に実行する方法についてタイプ別、性格別に分類して13パターンに分けてお話をしたいと思います。捨て活を始めても捨てるかどうか迷ってしまう。物が多すぎてどこから手をつけたらいいかわからない。捨て活をする時間がない。やる気が出ない。面倒くさい。という方多くいらっしゃると思います。でもこの動画を見ればそのような方でも必ず手放すことができるようになります。ご自分に当てはまるパターンがあるかと思いますので、物を手放すモチベーション、ヒントにしていただけたらと思います。不要品を手放せば年末の大掃除も格段に楽になりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルは物が多くて家が片付かなくて困っている方に向けたチャンネルです。物を上手に手放して家をすっきりさせるためのお話をいろいろしております。チャンネル登録していただいたりコメントをいただけたら嬉しいです。12月もそろそろ中盤ですね。もうすぐ今年も終わってしまうと焦りも出てきてしまいますよね。大掃除に取り掛かる前にまず捨て活、大掃除前の捨て活を提唱しておりますが、皆様着々と進んでいらっしゃいますでしょうか。捨てたいのに手放したいのになぜかできない、そんなお悩みを持っている方多いですよね。いろんな理由があるとは思いますが、それは思い込みが原因であったり、刷り込まれてしまった考え方に縛られてしまっていることが多いです。この動画を開いていただいたのがご縁です。動画を見ながら、または音声だけでも大丈夫です。そういったものに縛られずに、冷静に捨て活ができるようになれたらいいと思いませんか？大切な自分の家です。自分が快適に過ごすために環境を整える。すべて自分のためなんです。これからの人生を充実して過ごすためには絶対必要なんです。この動画を見てモチベーションをアップしてくれたらと思います。なお、動画内では分かりやすくするために捨てるとか処分するという言葉を使っていますが、これは単にゴミ箱に捨てるだけではなくて、リサイクルショップに売ったり寄付したり譲ったり、衣類回収ボックスに入れたり、布類なら再利用したりなどいろんな方法があります。それらの詳しい方法については別動画を用意しているので、ぜひそちらも合わせて見てみてくださいね。この動画では捨てられない方の性格やタイプ別に13パターンに分けて説明しています。それぞれのパターンで捨て活を確実に実行する方法について説明していますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では早速行ってみましょう。1、迷ってしまう方。いざ捨て活を始めようとしても、捨てるべきか残すべきか迷ってしまうという方多いのではないでしょうか。そして結局すべてのものを元の場所に戻してしまって何も捨てられない。そういった方々は思い出のものや大事なものから始めてしまっていませんか？例えば写真とか手紙とか、昔好きだったアーティストのグッズとか、旅行の思い出のパンフレットとか、こういったものから取り掛かってしまうと必ず手が止まってしまいます。そして何もかも捨てがたい、全部残しておこうということになってしまいます。このようなものは捨て活の最終段階に後回しにしておくアイテムなんです。一番難しいアイテムです。捨て慣れていない方はもっと簡単なアイテムから始めることをお勧めします。例えば明らかなゴミとか輪ゴムやレジ袋とか、明らかに大量に持ちすぎているものとか、賞味期限が切れた食べ物とか、簡単なものから始めて、捨てるということに対して罪の意識を感じないように練習する必要があります。そして捨てることに抵抗がなくなってきたら、次の段階として文具とか調理器具とか、金額がそんなに高くなくて思い入れが少ないものの
捨て活に挑戦してみるのがいいと思います。そういったものも捨てられるようになったら、次はメイク用品や洋服とか靴とか、自分の身の回りのアイテムから何年も使っていない、着ていない、履いていないなど、明らかに使っていないものを捨てるという感じで、少しずつ上級者アイテムに移行していくのがおすすめです。2、将来が不安な方。将来の景気とか収入とかどうなるか不安ですよね。わかります。年金はどうなるんだろう、経済はどうなっていくんだろうって考えると、無駄遣いなんてできないなと考える毎日ですよね。今持っているものを捨てたら将来買えなくなるかもしれない。だからもったいない、捨てられないと考えてしまうのは、最近の状況を考えると自然の流れだと思います。でも考えてみてください。例えば洋服。今好きじゃなくて着ていない洋服を60代、70代になって着るでしょうか？今痛くて履いていないヒールのある靴も60代、70代になって履くでしょうか？今気に入ってないものは年を重ねたからといって将来使うことはないと思うんですよね。その時はその時の年代に合った気に入ったものをきっと買うでしょう。それならば何年も着ていない服、何年も履いてない靴、何年も使っていないものは今手放してももったいなくはないのです。それよりも使っていないものがぎっしりの家で狭いなあ、収納場所がないなあと思いながら暮らす方がよっぽどもったいないです。今使っていないし、今後も使わないものは手放してももったいなくないんです。スペースの方が贅沢と考えましょう。3、使ったお金のことを考えてしまう方。捨て活をしたいけど、これを買うときには1万円以上したなとか、買った時の金額を考えると捨てられなくなってしまう方多いと思います。はい、私もそうです。金額が高くなくても、その時に使ったお金のことを考えると、やっぱりもったいないと捨てる勇気が出ないということよくあると思います。でも考えてみましょう。使っていないものが家にたくさんあって、それぞれが場所を取っているんです。つまり家賃の一部はその不要なものたちが占有してるんですよね。そして自分の居住スペースが狭くなっている。その方がもったいないと思いませんか？使っていない不要なものを手放すと場所が空いてスペースにゆとりができます。使っていないものをいつまでも持ち続けて狭くて不便な生活を送る方がもったいない。そう思うと捨てることに抵抗がなくなります。宝くじを買っても当たらなければお金を失ったことになるし、何かに投資しても思ったようにいかずお金を失うことはよくあります。過去に使ったお金への未練があるせいで、いつまでも物が手放せない、だから物が減らないという状況に陥らないようにしましょう。今の住環境をより良いものにしていく方が大事です。4、もったいないと思ってしまう方。捨てるのはもったいないと思ってしまう方、それは物を大切にしているということでもありますが、だからといって何でもかんでも取っておいて家のスペースを圧迫しているならそれは問題です。収納場所がない、家が狭い、しまう場所がないから床の上にまで物が進出していて足の踏み場もない方って結構います。引き出しや棚はすでに物でぎっしりなのでこれ以上入らない。なので毎日使っているものは床の上に出しっぱなしでそこから取っているという状況ですね。でも実は肝心の収納場所には使っていないものがぎゅうぎゅうに入っているという方は多いです。今の生活が快適でないならその方がもったいないです。そういう方は収納場所にぎゅうぎゅうに入っている不要なものを一旦取り出して、何年も使っていないもの、持っていたことさえ忘れていたものはすぐにゴミ袋に入れてください。収納場所がすっきり空いて
床の上にはみ出ていたものをしまうことができるようになります。そのゴミはすぐに家の外に出すことも重要です。いつまでも家に取っておいて、やっぱりもったいないから元に戻そうということにならないようにすることが大切です。5、捨て活をする時間がない方。毎日仕事とかいろいろなことで忙しいですよね。捨て活をするために1日を使うなんて無理だし、仕事から疲れて帰ってきた後に捨て活とか考えられないし、週末はゆっくり休みたいし、と捨て活をする時間を見つけるのはとっても難しいですね。でもこんな感じで流されているといつまでも捨て活はできません。そしていつまでも物にあふれた雑然とした環境で暮らしていかなければなりません。するといつも探し物をしていたり、着ていく服がなかなか決まらないとか、時間をかなり無駄にしている状況になります。いつか暇になったら、いつかぽっかり時間が空いたらと待っていてはいつまでも捨て活できません。時間は作らないといけないんです。例えば今週末は絶対に捨て活をすると予定を立ててスケジュール帳に書き込みましょう。時間は作るしかないんです。1日だけでもいいです。捨て活を最優先にして予定を立ててみましょう。6、いつか使うかもと思ってしまう方。いつか使うかもと思って捨てられない。これもよくあることですよね。捨てないけど当面は使わないから適当な引き出しとか箱にしまっちゃいますよね。でも、いつか使うかものいつかは永遠に来ません。なぜならば、適当にしまったものはどこにしまったか忘れてしまうし、いつの間にか持っていることさえ忘れてしまうからです。忘れてしまうくらい長期間使わないものなら、そもそも必要ないんです。箱の中にずっとしまいっぱなしだったものってありますよね。掃除の時とか久しぶりに開けると、あ、こんなもの持っていたんだ。なんだ、ここにあったんだって思うことありますよね。それは持っていることさえ忘れていたものなんです。ということは必要ないんです。手放していいんです。あと、何か必要になった時、確かあったはずなんだけど、と思って探しても見つからなくてずっと探しているものってありますよね。見つからないからまた買ってしまったりするんですが、そうならないためには物を少なく持つというのも大事ですが、しまった箱や引き出しにラベルを貼っておくのが一番いい方法です。中に何が入っているのかわかるようにしておけば一目瞭然です。そうすれば探し回らなくてもすぐに見つかるようになります。7、やる気が起きない方。背中にやる気スイッチがついていたらどんなにいいかって思いますよね。でも、やる気スイッチというのはないんです。座ってじっとスマホを眺めていたり、やらなくちゃなーと頭の中で考えているだけではやる気は起きてきません。実際に手を動かすのが一番なんです。椅子から立ち上がって何でもいいからゴミを一つゴミ箱に捨ててみてください。ゴミを1個捨てるともう一つ捨ててもいいかなっていう気分になります。そしてなんかちょっとすっきりしたかもと思ったら続けてその場にあるゴミを全部ゴミ箱に捨ててみてください。手を動かし出すとそのまま続けて作業してもいいかなっていう気になりますよね。何か小さいことからやってみるベイビーステップが一番効果的です。8、面倒くさいと思ってしまう方。捨て活が面倒くさいって考えてしまう方いらっしゃると思います。そういった方は床や机、テーブルといったすべての平面にあらゆるものが積み上がっていませんか？物が出しっぱなしだと視覚的に疲れるし、それだけで全てが面倒くさくなってきます。そしてこれを全部きれいにするなんて到底無理と最初から放棄してしまっていませんか？そういう方は床の上に直置きしてあるものを何も考えずに無条件にゴミ箱へ捨ててみてください。
床の上に直置きしてあるものは全部不要品と言っていいと思います。床の上に通帳とかクレジットカードを直置きしている人はいないですよね。すると部屋の中にすっきりしたスペースができます。そのすっきり感を覚えておいてください。そしてその勢いで机でもテーブルでもどこでもいいので一角だけとりあえず何も置かないスペースを作ってください。そして毎日そのスペースをきれいに拭いて絶対に何も置かないようにしてください。すっきり感をキープする気持ちよさを実感してください。鶏と卵のどちらが先かという話になりますが、部屋が不要品で溢れているから捨て活する気になれない。捨て活する気になれないからさらに不要品が溜まっていく。不要品がさらに増えていくからさらに捨て活できる気にならないという悪循環に陥っているんですね。なのでこの悪循環を断ち切るために一旦リセットしましょう。部屋の一部でいいのですっきり感をキープする練習をしましょう。するとすっきりきれいな嬉しさを実感して思い出して、これからは面倒くさがらずにちゃんとしようっていう気分になってくると思います。9、物が多すぎる方。物が多すぎてどこから手をつけたらいいかわからないという方もいらっしゃると思います。たくさんのものを目の前にして呆然と立ちすくんでしまう。思考が停止してしまう。そういう方は全てを一気に片付けようとしていませんか？物量に圧倒されてしまって判断力がゼロになってしまっているんだと思います。そういう方はベイビーステップで少しずつ手放していきましょう。家全体を一気に捨て活しようとしないで、すごく小さなスペースから取り掛かることをお勧めします。例えば引き出しの一段だけとか、棚の一角だけとか、靴下だけとか小さく始めるんです。そうすると気が楽です。そして引き出し一段だけできたけど気分が乗ってきたからもう一段やってみようと続けてやっても大丈夫です。コツコツ毎日とかはハードルが高いと思うので、気が向いた時にやればいいと思います。そしてちょっとずつでも物を減らして自分でもできたという達成感と自信を持つことが大切です。10、他の人のもので家が散らかっている方。自分としては捨て活をしてすっきりした生活をしたいと思っていても、家族の人は同じ考えではなくて、物を増やし続けたり、その辺に物を置いたりするので、片付かなくて困っているという方も多いですね。使っているものならまだいいですが、使っていないものをリビングとか共用部分に置いてあると本当に困ってしまいますよね。でもですね、いくら邪魔になっていても他の人のものを捨てることはしないでください。必ずトラブルになります。使っていなさそうなのに家族のものが家中に置いてあって邪魔になって困る場合、そういったものを集めて一つの箱に入れてください。そして〇〇さんのものとわかるようなラベルを貼って見えないところに置いてください。家中に散らばっていないだけで、目の前にないだけでかなりストレスは減ります。そして共用部分には私物を置かないように根気よくお願いするという努力も必要です。捨て活をしている姿を日常的に家族に見せて、家をすっきりさせる努力をしていることを理解してもらうことも大切です。11、昔の思い出を大切にしている方。昔の友人からもらったプレゼントや手紙、記念品とか結婚式の引き出物、そういったものの中には本当に大切にしなければいけないもの、ずっと残しておくべきものというのは確かにあると思います。でも、いただき物を捨てるなんて申し訳なくてできないという理由だけで何もかも取っておいて家の中が溢れているとしたらそれは問題です。今を快適に暮らせていないということになります。しかもそのものを使ってあげていないなら宝の持ち腐れになってしまっています。気に入って部屋に飾っていたり使っていたり、
大切にファイリングしているなら手放す必要はありません。でも段ボール箱に入れたまま押し入れの奥底にしまってあって、何がどこに入っていて誰にもらったのかさえ忘れているなら、それはもう取っておく意味はありません。今後いつまで取っておくかについて考えてみてください。いつか手放さないと一生家の中にあることになります。すると自分に万が一何かあった時には、家族の手を煩わして捨て活をしてもらわなければなりません。使っていないなら手放す。存在を忘れているものは手放す。それが今の自分の家の環境を整える一番の方法です。12、景色になってしまっている方。不要物が机の上を覆ってしまうぐらいたくさんあるのに平気な方。段ボールが床の上に山積みになっていても気にならない方。それはもう景色になってしまっているから何も感じなくなってしまっているんです。どこが散らかっているのかわからない。どこを片付けたらいいのかわからない。そういう場合は写真を撮ってみてください。問題ないと思った部屋も思った以上に雑然としていることがわかります。写真を撮ってみると客観的に見て、どこが散らかっているから部屋が雑然としてしまうのかがとってもよくわかるので、ぜひお試しくださいね。13、コレクターの方、多趣味の方。物を集めるのが趣味な方。多趣味でいろんな道具や材料を持っていて、しまう場所に困っている方、いらっしゃると思います。それは趣味であって生きがいでもあるので、手放すことはできないんだと思います。人生に欠かせないライフワークになっているんですよね。趣味があるのはすごくいいことだと思うし、せっかくの人生楽しみたいですよね。なので最近の流行りに乗って何でもかんでも安易に捨てることはやめた方がいいと思っています。物を減らしたいからといって無趣味になる。それは本末転倒です。でも趣味を続けるのであれば、物は場所を取り続けるし、おそらくコレクションは増殖していくので、他のことを諦める必要があります。家の面積は限られているからなんですね。例えば服や靴の数は最小限にするとか、調理器具や食器は最小限にするとか、場所を空けるために何か他のところで調整する必要があります。趣味は貫く。そして他のところは物を少なくして調整するというメリハリが必要になります。でも趣味を諦めるのはとってももったいないです。続けましょう。さて、13パターンに分けてお話をした捨て活を確実に実行する方法、楽しんでいただけましたでしょうか？ご自分に当てはまるパターンがありましたら、ぜひ参考にしていただければと思います。皆様の捨て活に関する悩みについて、ぜひ概要欄にコメントを書いて教えてくださいね。このチャンネルでは捨て活に関する動画をいろいろ発信しています。なかなか手放せない、捨て活が始められないという方は、ぜひこのチャンネルの他の動画も見て、モチベーションをアップしてくださいね。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。